どうも、さっさんです。今回はですね、今年7月末にエコバックスさんから発売されたばかりの最新ロボット掃除機 D-BOT T80 オムにレビューしていきたいと思います。エコバックスさんのね、ロボット掃除機のラインナップ本当にたくさんあるんですけども、こちらはですね、ミドルハイぐらいの立ち位置になってますね。もっと上のグレードのモデルっていうのはあるんですけど、その分ね、お値段高くなってしまいますし、もう実際に2週間ぐらいね、この T80 オムに使ってみたんですけども、機能的にはね、もう十分すぎるというか、むしろかなり高性能だなというふうに思いました。普段の価格は約15万円ぐらいなんですけど、今回の Amazon ブラックフライデーでね、かなりお得に購入できますので、今新しいロボット掃除機の購入検討している方で、高性能なものが欲しいけど、できるだけね、費用は抑えたいという方、ぴったりのモデルになってますので、気になった方、ぜひこの動画最後までご覧いただけますと幸いです。それでは早速やっていきましょう。はい、それでは早速こちら D-BOT T80 オムに詳しく見ていきたいんですけども、本体カラーはホワイト。で、このモデルは最近主流になりつつあるオールインワンタイプなんですよ。吸引掃除を行ってくれるのはもちろんなんですけども、それと同時に本体後ろについているモップで水拭きっていうのも行ってくれます。で、掃除が終わったらこのベースステーションに帰ってきて、ロボット掃除機本体に溜まったゴミを吸い上げた後に、汚れたモップもね、自動的に洗浄してくれるんですよ。しかも濡れたモップの温風乾燥まで行ってくれるので、常にね、綺麗な状態で掃除を行うことができます。ベースステーションの中に入っている紙パックの容量も大きいので、数ヶ月に1回ぐらいしかね、交換しなくていいし、上に入っている水を入れておくタンクの容量も4リットルなので、僕が住んでる家の場合はだいたい1週間ぐらいはね、本当にノータッチで掃除を行うことができました。じゃあロボット掃除機本体もね、ちょっと詳しく見ていただきたいんですけども、形はね、まん丸ですね。なので、その場でこう回転しても家具にぶつかったりっていうのは基本的にないです。あと、こういったロボット掃除機って本体上部が出っ張っていて、そこにセンサーついてたりするんですけど、この T80 オムにはフラットなんですよ。高さが 98mm とかなりの薄型設計になってるので、低めの家具の下とかにもね、ちゃんと入り込んでしっかり掃除してくれるんですよ。例えば僕が使ってるね、ベッド、ローベッドなんですね。高さちょうど10センチぐらいしかないんですけども、その下にもね、しっかり入り込んで掃除してくれます。フロントにカメラとセンサー、あと右側にもね、このセンサーがついてるので、障害物を検知して避ける精度っていうのもね、めちゃくちゃ高いんですよ。後で実際お見せしたいんですけども、例えば床に落ちてる靴下とか USB ケーブルとかもしっかりね、検知して自動的に回避してくれます。はい、じゃあここからアプリの画面をお見せしたいと思います。もうね、ペアリングしている状態なんですけど、このペアリングもね、非常に簡単なんですよ。本体上部の蓋を開けて、電源スイッチを入れるっていうのと、QR コードを読み込むだけで簡単にペアリングできました。じゃあ T80 オムニのアイコンをタップして、するとね、部屋のマップが表示されました。これ初回だけね、間取りを読み込ませるためのマッピング作業が入るんですけど、数分で完了しますね。で、このまま開始ボタンを押すと家中ね、吸引と水拭き掃除を行ってくれるんですが、その前にね、どういう風に掃除をさせるのかメニューをね、自分で設定するっていうことも可能なんですよ。下からね、こういう風にスワイプすると、モードの切り替えっていうのがありますね。掃除機だけにするのか、掃除機と水拭き同時に行ってもらうのか。で、一番右側はですね、先に掃除機かけ、吸引掃除だけを行った後に水拭きだけね、単体で行ってくれるのかとか、そういった設定もあります。吸引力についてもね、これ最大で18000パスカル。ものすごく吸い込む力強いんですけど、正直普通のご自宅であればそこまでね、必要ないかなと思います。標準で十分でしたね。あとはモップの水の量とか、清掃の速度。今標準なんですけども、むちゃくちゃね、丁寧に掃除してもらうとか、逆に素早くね、ちょっと軽めにね、掃除してもらうとか、そういったこともできますし、最後に回数ですね、1回だけ掃除してもらうのか、2回ね、連続で同じ掃除をさせるのかとか、そういったことも決めることができます。で、今回は手動でね、アプリから掃除開始させるんですけども、右上の歯車マークを押して、あらかじめスケジュール登録しておけば、例えばですね、朝9時に、月曜日から金曜日まで、平日ですね、自分が仕事行った後に毎日部屋を掃除しといてもらうとか、そういった設定も可能になってます。もちろんね、これ複数登録が可能なので、休日はちょっと遅くまで寝て、昼の12時からね、掃除をしてもらうとか、メニューに関してもね、そのスケジュールごとに組んでおけるので、週に2回だけ水拭きするとかね、そういったことも可能になってます。これめちゃくちゃ便利なんで、ロボット掃除機買った人ね、ぜひ試してみてください。はい、ここから実際掃除してみましょう。全体清掃開始。で、どのぐらいですね、これ、準備に時間かかるか見てみましょう。
動き出すまでね、どのぐらいかかるか。どうしてもね、本体にこう、水をね、補充したり、モップをこう、夜洗いするみたいな動作が入るので、その分のね、時間っていうのはかかってしまいます。はい、来ました。ここまでだいたいね、1分50秒ぐらいですね。こっから掃除始まります。順番的にまずキッチンの掃除からね、してくれるんですけども、はい、これね、いきなり、わかりますかね、これモップがせり出してますよね。この T80 オムニはですね、こういう風にモップがせり出すことによって部屋の角、壁際までね、ギリギリまでモップがけしてくれるんですよ。これめちゃくちゃいいっすよね。ハイエンドモデルとかであれば他社でもそういった製品ってあるんですけど、このねエコバックスの製品についてはミドルぐらいのモデルでもこの機能ついてるっていうのはね、結構ありがたいですよね。で、本体右奥にはねこういうブラシがついてるんですけども、このブラシっていうのは、前面にせり出したりとかそういった機能っていうのはないですね。ただブラシ結構長めなんですよ。なのでそういうせり出し機能っていうのがなかったとしても、結構ねこう壁のギリギリぐらいまでねちゃんとゴミをかき出して吸引掃除してくれます。いや、このねギリギリまでモップがけしてくれるのがねマジでいいんですよね。しかも今分かります？ちゃんとこう角を曲がるときにしまってねこう進んでくれるので、ぶつかったりとかほとんどないですね。こんな感じ、ギリギリまでねちゃんと水拭きしてくれるのにしっかりと回避できると。でブラシもねこんな感じ、ほとんどギリギリ角ぐらいまでね届いちゃってるんですよね。この T80 オムニで掃除した後はですね、もうほとんど壁際のねホコリとか気にならないです。はい、こんな感じ、マジでねもうギリギリまでモップがけ、そして吸引掃除っていうのをしてくれてるんですよ。で、掃除の様子っていうのはアプリからね、リアルタイムに、どこを掃除してるのか確認できますし、軌跡っていうのも表示されてるので、大体ね、あとどのぐらいでこの部屋掃除終わるとかっていう目安にもなりますね。この軌跡を見てわかる通り、本当にね、部屋をくまなく掃除してくれてるんですよ。最初ね、こうぐるっと部屋の角を掃除した後に、内側をね、こうやって行ったり来たり、網羅してくれるっていう感じ。はい、とりあえずキッチン終わりましたね。続いて寝室の掃除始まりました。寝室もね、最初こうぐるっと外側を掃除して、その後内側っていう同じような流れに、なるかなと思いますね。でね、このギリギリの隙間、ここもね通れちゃうんですよ。ちゃんとねモップも出し入れしながらこういう風にね入り込んで、ベッドのね横がこういう観葉植物の棚になってまして、このね細い隙間もしっかり入り込んで掃除してくれると。やっぱ 98mm というねこの高さは魅力ですよね。このね観葉植物の棚の下までね入ってくれてると。で、暗いところはね価格的に分かりにくいかもしれないんですが、ライトをねつけてくれるんですよ。こういう風にねライトで照らしながらしっかりと掃除してくれると。で、ちょっと大きめのねこういうゴミ、これはね観葉植物の枯れた葉っぱなんですけど、こういうのはね吸い切れずに残っちゃったりします。そこはしょうがないですね。はい、そしてベッドの下もねこういう風にしっかりと入り込んでくれます。ちゃんとねライトで照らしてますね。いや、これめちゃくちゃいいわ。自分で掃除するのめんどくさすぎるっていうかね、ほぼ無理ですからね、このベッドの奥とかさ、自分で掃除するのは無理なんですけど、いや、これマジで最強。今年の夏ぐらいに同じくエコバックスの D-BOT mini っていうね小型のモデルレビューしたんですよ。それもねやっぱりちっちゃい分すごく取り回しが良くて、ベッドの下もねしっかり掃除してくれて助かってたんですけども、それよりもこの T80 オムにハイスペックな分ねセンサーとか、進化してるし、しっかりと水拭きしてくれるようになってるのに、高さはねほぼ変わらず同じくベッドの下にも入り込んでくれると。これねめちゃくちゃいいんですよね。毎日ものすごくね助かってます。はい、寝室の掃除終了でございます。じゃあ最後リビングですね。で、このモップはですね一応これ加圧しながら水拭きしてくれてるんですよ。自分のねこう手を置いて確認するってことはできないんですけども、従来のねモデルに比べるとだいぶこう強い力で加圧しながらしっかりと水拭きしてくれてるみたいですね。あと一応綺麗な水で、常時モップをねこう洗浄っていうかすすぎながら掃除してくれてるんですよ。毎日ねこれ使ってるので今回特になかったんですけど、例えばキッチンのね床のベタつきを水拭きしちゃったってなったとしても、常にねすすいでくれてるので、そこまで支障は出ないんじゃないかなと思います。
はい、こんな感じでですね、デスクの足元にもこうしっかり入り込んで掃除してくれてると。僕ね、普段家の中裸足なんで、しかもね、デスクの前にずっとね、長い時間いるんで、しっかりね、水拭きしてくれるのね、めっちゃ嬉しいんですよね。一応別売りにはなるんですけど、エコバックスからね、こういうロボット掃除機専用のね、洗剤っていうのが出てるんですよ。T80 オムニの場合は、この洗剤のキャップ2杯分ね、水のタンクにこれを入れることで、その洗剤でね、水拭きしてくれるようになります。で、今床にね USB ケーブルも置いてみたので、これをねしっかり回避できるかもちょっと見てみたいですね。僕家にね撮影機材とか結構あるので、こういうのを吸われたら困るわけですよ。でもねこいつはめちゃくちゃセンサーの精度高いですからね。ちょっとケーブル近くに移動してみました。これで実験します。はい、こんな感じでですね、もうギリギリで避けていくっていう感じ。これちゃんとね認識してるんですよ。ケーブル以外にもねこう靴下とかがあったとしても、これ吸わずにね避けていきます。一回もねケーブル絡まって立ち往生したりとかはないですね、今のところは。いやすごいマジでねギリギリこう避けてってくれますよね。当たってすらないという。この後掃除が終わったらベースステーションにこれ帰ってきてね、溜まったゴミの吸引だったりモップの洗浄っていうのが行われるんですけども、モップの洗浄を行うこのトレイに関してはね、150日に1回は、自分でね外して洗う必要があります。簡単にねこれ外れるんで、これ洗って戻すだけなんで、そんなね手間はかかんないです。はい、ということで掃除完了でございます。ロボット掃除機本体がベースステーションに戻って、ここからねロボット掃除機内に溜まったゴミをベースステーションに吸い上げて、モップをねきれいに洗って乾燥まで行ってくれると。はい、今ですねロボット掃除機内部に溜まったゴミを吸い上げてくれたんですけど、この音がですね意外と大きくないんですよ。そんなにね夜とかでも気にならないんじゃないかぐらいの感じ。モデルによってはですね結構すごい音がして、これ夜中使うの無理だなってなったりするんですけど、これはねそんなことないですね。ちなみにですね今モップ洗ってくれてるんですけど、このモップの洗浄っていうのは温水でね行ってくれてます。その後の乾燥も温風乾燥。はい、これでね全ての工程が完了となりました。でモップのね乾燥の音については、若干してますね。日常生活で気になるようなレベルではないんですけど、例えば僕がですねこの YouTube 撮ってる上ではちょっと気になるかなぐらいの音はします。寝る時とかはねそんな気にならないですけど。でもし掃除が終わった時にこのタンクの水がね空っぽになってたら、追加してあげないとね、次回こうスマホのアプリからポチって掃除開始したとしても水が補充できなくて掃除開始できなくなっちゃうんで、これはね定期的に確認してあげましょう。使っていくうちにねどのぐらいで水補充すればいいかタイミング分かるようになってくるんで、もちろん同じタイミングでねこっちの汚水タンクの方の水もね捨ててあげる必要があります。はい、というわけでこちらエコバックスの D-BOT T80 オムニでの掃除の流れ一通り見ていただいたんですけども、これ本当にね便利なんですよ。オールインワンタイプでセンサーが優秀なモデルを使うとですね、毎日の生活めちゃくちゃ楽になりますからね。もちろん定期的にねこのタンクの水の入れ替えだったりとかダストパックの交換っていうのは必要になるんですけども、それ以外はアプリからスケジュール組んでおくだけでね毎日部屋をきれいに保つことできますし、障害物を吸ってね立ち往生しちゃうっていうことも本当にね稀なんじゃないかなと思いますので、しかもこのブラックフライデー期間中安く買えるんでね、ぜひ狙ってみてほしいんですが、気になる点一応ね挙げるとすると、まずベースステーション背面の電源ケーブルをですねこうぐるぐるっと巻いて収納するっていうことができないんですよ。僕の家の場合はロボット掃除機からコンセントまでの距離的にねちょうどなので気にならないんですけど、多分設置位置によってはね気になるっていう方いるんじゃないかなと思います。で2つ目、さっきも言った通りこのねモップの乾燥の音は若
干大きめなんですね。日常生活においてはね、そこまで気になるほどではないと思うんですけど、多分ね、今僕の動画撮影してるピンマイクでこの音っていうのは入っちゃってるんじゃないかなと思いました。で、最後3つ目が消耗品の値段についてですね。このベースステーションの中に紙パック入ってるって言ったんですけど、そのね、交換用の紙パックの値段が若干ね、高いなと感じました。たまにしかね、交換する必要ないんで、そんな気にならないかもしれないんですけど、意外とそこそこするんだなっていう感じではありましたね。ただこの T80 オムニ自体は本当にね、便利なモデルになってますので、ロボット掃除機欲しい方はですね、ぜひこの機会狙ってみてください。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。